こんにちは、Aスタイルです。私は今宮古島に来ています。宮古島は周辺の島も含め魅力的な場所がたくさんあるため、今回の宮古島旅行シリーズではエリアごとにおすすめのスポットをご紹介しています。前回までの動画で伊良部島、下地島エリアや宮古島北部、池間島エリアをご紹介しました。もしよろしかったらそちらの動画も見ていただけたらと思います。この動画は宮古島の空港から東のエリアのおすすめスポットをご紹介いたします。宮古島東部を南北に走る県道83号の周辺は、緑豊かな木々やサトウキビ畑が広がるのどかなエリア。比較的平坦な地形の島ですが、東海岸沿いはなだらかな坂道が続き、のんびりと自然豊かな景色を楽しみながらドライブできます。まず私が最初にご紹介するおすすめの場所は、比嘉ロードパーク。宮古空港から車で約20分、宮古島の北東、県道83号沿いにある休憩スポットです。宮古島の外周道路の中で一番高い場所にあり、3階の上から宮古島の東海岸を一望できます。見た瞬間に思わず声が出てしまうほどの絶景です。遠くには島の一番東にある岬、東辺名崎や、池間島の北東にある大神島を眺めることができます。目の前の透き通った海にはサンゴ礁まで見えます。駐車場と東屋、トイレがある広場のようなところで、あまりメジャーな観光スポットではありませんが、この景色はおすすめです。ネット情報によると、この場所で美しい日の出や星空も楽しめるそうなので、ドライブのついでに訪れてはいかがでしょうか。次にご紹介する場所は新城海岸。宮古空港から車で約30分、比嘉ロードパークから約10分の場所にあるビーチです。急な坂道を下っていきますが、景色がとても良いので、ドライバー以外は大興奮だと思います。駐車場は無料ですが、満車の場合は隣に有料駐車場もあるそうです。駐車場の隣にはトイレや、屋外ですがシャワーもありました。ビーチは駐車場から徒歩1分のところにあります。新城海岸や隣にある吉野海岸はサンゴ礁に囲まれているビーチで、シュノーケリングスポットとして知られています。ビーチとしては吉野海岸の方が有名ですが、新城海岸は人が少なく、駐車場からビーチまで歩いていくことができるので、景色を楽しみたい方や少し水遊びをしたい方はこちらのビーチがおすすめです。この海は宮古島の他の海とはまた違う透明感のある美しい青色です。豊かなサンゴ礁が広がっているのがビーチからも見えます。カラフルな熱帯魚やウミガメにも遭遇できるビーチなので、シュノーケリングはもちろんのこと、沖の方まで浅瀬が続いていて、波も比較的穏やかなので水遊びも楽しめます。東海岸の美しい海を気軽に楽しみたい方におすすめです。次にご紹介するおすすめの場所は東辺名崎。宮古空港から車で約40分、新城海岸から車で約10分のところにあります。駐車場はかなり広いのですが、ほぼ満車。この観光地がとても人気だということがわかります。
駐車場の横には東屋があり、トイレもここにありました。東辺名崎は宮古島の最東端にある約2キロの美しい岬で、国の名勝に指定されている観光地です。遊歩道の周りには吹きつける海風の影響で特有の植物が育っており、これらは沖縄県の天然記念物にも指定されています。また、岬周辺の海はサンゴ礁が広がり、地震による津波で運ばれてきたという巨石も見ることができます。遊歩道を歩いているだけでもとても気持ちが良いのですが、私がおすすめしたい場所は、岬の先端にある灯台。日本で16基しかない登ることができる灯台の一つです。エレベーターはなく、97段ある階段を登って上に行きます。螺旋階段で少し目が回りますが、ゆっくり登っても3分ほどで灯台の上にたどり着きます。上からの景色は360度のパノラマビュー。日本都市公園100選にも選ばれている岬を一望できます。東辺名崎の先端と沖縄県の糸満市にある荒崎を結ぶ線が太平洋と東シナ海の境界線。それぞれの海の波がぶつかり合うのも見ることができます。階段を登るのは少し大変ですが、気持ちの良い海風と絶景のコラボレーションは間違いない。岬全体を見渡すことができるのはここしかないので、頑張って登ってほしい絶景のおすすめスポットです。続いて、美味しいと評判の丸吉食堂の宮古そばを食べに行きます。宮古空港から南東に車で約15分、東辺名崎から約20分の場所にあります。駐車場はかなり広いので問題なく止めることができると思います。観光客だけでなく地元の方にも人気のある老舗店で、私は12時過ぎに行ったのですが、すでに3組ほど席が空くのを待っていました。その後も続々と人が並んでいたので、待ち時間を避けたい場合は少し早めに来る方が良さそうです。店内にはテーブル席と座敷席、お店の奥にはテラス席があります。すべての席が4名席で、ファミリーや大人数での利用もしやすそうです。メニューは宮古そばとソーキそば、豚の角煮が入った三枚肉そば、豚足が入った手びちそばがあり、私は人気ナンバーワンのソーキそばをオーダーしました。テーブルの上には高齢グースや一味、七味、カレーパウダーがあり、好みで味を変えることができます。料理が来て、まずソーキの大きさにびっくり。2つも乗っています。麺は太めでツルツルとしたストレート麺です。ニンニクが効いたスープはとても美味しい。スープだけでご飯が2杯食べられます。優しい甘みのソーキは箸で持ち上げられないほどの柔らかさ。口の中で溶けました。行列に納得の美味しさなので、ぜひ皆さんにも味わってもらいたいおすすめのお店です。丸吉食堂のすぐ近く、車で約5分の場所にあるインギャーマリンガーデンもおすすめスポットです。
駐車場は無料。ネット情報によるとトイレやシャワーなどの設備もあるようです。天然の入り江を生かした海浜公園で周辺を散策することができます。インギャーは囲まれた湧き水という意味。入り江から水が湧き出ているためその名がついたそうです。真水と海水が混じり合っているせいなのか少し不思議な雰囲気の水辺です。入り江を囲むように岩山があり、上まで遊歩道が続いているため登ることができます。石でできた急な階段のためとても疲れますが、5分ほどで頂上にたどり着きます。岩山の上には展望台があり、ゆっくりと景色を楽しむことができます。展望台から見る入り江は箱庭のよう。とても雰囲気があります。多くの方がこの景色を求めて岩山を登るそうです。サンゴ礁が広がる美しい海も見えます。遊歩道はシギラリゾート方面や海側にも広がっているため、様々な景色を楽しみながら散策できます。入り江内は波が穏やかで、シュノーケリングや海水浴を楽しんでいる方もいました。他の場所とは違う独特の景色もまた美しいので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。最後にインギャーマリンガーデンのすぐ近く、車で約2分のところにある島カフェトゥンカラヤをご紹介します。海が見える人気のおしゃれなカフェで、宮古島の食材が使われたオリジナルメニューを食べることができます。ホットドッグやホットサンドのカフェメニューや、サーターアンダギーが乗ったアイスクリーム、スムージーなどどれも美味しそうです。店内でオーダーし、出来上がりはブザーでお知らせ。カウンターに取りに行くスタイルです。正面に海が見えるテラス席は大人気。私はここでお茶をしたかったのですが、満席だったため断念。カフェラテをテイクアウトしました。カフェの隣には広場があり、ブランコやハンモック、ベンチがあるので、お子様も楽しく過ごせると思います。フードメニューはなくなり次第終了。とても人気のお店なので、ゆっくりと食事を楽しみたい方は、11時のオープンに入るのが良さそうです。海を眺めながらのんびりカフェ時間を過ごしたい方におすすめです。宮古空港から東側エリアのおすすめスポット、いかがでしたでしょうか。アップダウンのある道のドライブや断崖絶壁からの景色は東海岸ならでは。他のエリアとは違う景色のため、宮古島東部結構楽しめます。皆さんが宮古島へ旅行する際、参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは来間島へ向かいます。宮古島南部来間島のおすすめスポットをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。